いつもご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは静岡県東部をメインに伊豆半島のグルメや旅の情報を配信しております。あなたが静岡県東部や伊豆半島に遊びに行く際の参考になればと思い動画を作成しております。今後もいろんな情報を配信していきますので、少しでも気に入っていただけたのであればチャンネル登録などしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。さて今回は久々の伊豆半島の旅動画になります。実際に行った時期は6月の上旬だったのですが、旅動画の作成を後回しにしてたら約2ヶ月も配信が遅れちゃいました。ちょうど夏休みの時期でもありますので、旅の参考にしてもらえると嬉しいです。ぜひ最後までご覧ください。で、今回の伊豆旅行の向かう先ですが、サムネや画面の左上に載ってるのでバレバレですが、西伊豆になります。また西伊豆？この人西伊豆好きやなと思ったそこのあなた、正解です。この動画をかなり前から見てくれてる方はご存知の通り、どうしても西伊豆の綺麗な夕日が撮りたくて、本当は夕日が一番綺麗に見えると言われる3月に行きたかったのですが、なんだかんだで6月までずれ込んじゃいましたと、そんなことを話してるうちに今回の目的地が見えてきました。ご覧の通り今橋の上にいるんですけど、これ実は遠回りで、この橋の手前から下に降りたらすぐ目の前が目的地となってました。もしこちらに行くことがあれば橋の手前を降りることだけ覚えておきましょう。で、到着です。今回お世話になるお宿はこちら、西伊豆の松崎町にあります雲見温泉民宿浜道楽さんです。民宿となってますが旅館レベルのでかさにびっくりです。ちなみにチェックインは15時からで、チェックアウトは10時となっております。民宿の楽しみってやっぱり料理じゃないですか。今回はお部屋もすごいんですよね。それでは行ってみましょう。お世話になります。今回お世話になる浜道楽さんのお部屋は5タイプあり、3階は一般客で2階はワンちゃんと一緒に泊まれるお部屋となっています。それぞれ海側川側があり、お部屋によって広さも違うようで、最大6名まで入れるお部屋もあり、海の音や川のせせらぎを聞きながらゆっくりとくつろぐことができるようです。またお食事のコースに関しては金目鯛の丸2コースの他に、時期により伊勢エビやアワビなどのコースもあります。そして今回事前に予約したお部屋はこちらの307号室になります。それでは行ってみましょう。お邪魔します。今回宿泊するお部屋は3階一般客室の川側、和洋室の角部屋になります。こちらのお部屋は2021年3月にリニューアルしたお部屋で、暖かい光に包まれ色鮮やかなステンドグラスが光り輝く内装にこだわったお部屋とのことです。もしこのお部屋が海側だったらより最高の景色なんですけどね。このお部屋はこの川側にしかないので仕方がないし、海なら外に出ればすぐ見れるので問題なしです。今回は川のせせらぎを聞きながらこの贅沢なお部屋でくつろぎたいと思います。そしてこちらはベッドルームになります。このお部屋のこだわりポイントの一つとなっているのがシモンズ製のローベッドがあることです。名前だけは聞いたことある高級なベッドですよね。人生の3分の1近くは睡眠をとるので、寝具にはお金をかけた方がいいって聞いたことがあるので、今後のために参考にさせていただきたいと思います。そういえば入り口のドアを開けてすぐに気づいたのですが、木のいい香りがしてたんですよね。このいい香りの正体はこのベッドルームからだったんですね。リニューアルして3年も経つのに新築の香りがするってすごいですよね。そして気になるシモンズ製のベッドですが、結構固めでした。高級ベッドってふわふわなイメージはありましたが、必ずしもそうとは限らないんですね。人それぞれ好みもありますからね。あとベッドの目の前には大きなテレビが設置されてます。和室の方に戻ります。なんかちょっと変わったこのテーブルと椅子もおしゃれなんですよね。この低い椅子ですが意外と座り心地が良かったです。そしてこちらも正面にテレビがあります。その他の部分ではアメニティ豊富な洗面台とウォシュレットトイレがあります。その他には冷蔵庫にドライヤー、お茶セットに金庫や浴衣などがあります。バスタオルやフェイスタオルももちろん部屋にあるのですが、乾かし忘れて追加注文しちゃうと料金が発生してしまうのでご注意ください。お部屋の案内はこれぐらいにして、次はロビーを見に行きます。ロビーには電子レンジ、ポット、いろんな種類のシャンプー、コンディショナー、浴衣などがあります。
あと15分200円のマッサージチェアや休憩スペースにはオセロや将棋などのちょっとしたゲームがあり、入り口横の自販機にはジュースの他にお酒も売ってました。それでは少し外をフラフラしたいと思います。民宿を出て徒歩 1,2 分程度ですぐ浜辺に到着です。猛ダッシュで行けば 2,30 秒で到着しそうな距離感です。それにしても今回の旅行もまた微妙な天候ですね。で、今から向かう場所は画面正面あたりに思い出岬という場所があり、富士山や夕日が綺麗に見えるようなのでサクッと行っていきたいと思います。それにしても海水がとても綺麗なので小魚たちが泳いでいるのがよく見えます。目的地まで良い時間つぶしになります。あとはこの階段を登れば到着です。多分先ほどの場所から10分もかからなかったと思います。で、思い出岬に到着です。いい景色ですよね。ここからの眺めだと海がさらに綺麗に見えます。あと空気が澄んでる時期ならこの左側あたりに富士山が見えるようです。で、逆側はこんな感じ。今日は雲が多いから綺麗な夕日は見れなさそうで残念です。やはり3月上旬じゃないとダメってことですかね。あとここの景色を見てすぐ気づいたのですが、あの岩ってなんか恐竜っぽく見えないですか？試しに火を吹かせてみましたが、そもそも恐竜が火を吹く発想が間違ってますよね。ゲームのやりすぎですな。というわけで思い出岬の景色も堪能したし、そろそろ浜道楽さんに戻りたいと思います。戻ってる最中も海の様子を見ながら歩いてたら、なかなかの大物のエイを発見しました。先ほどの階段の下あたりに釣りカップルがいたのですが、こんなのが釣れたらびっくりするでしょうね。あとこの日はハーレーで来て宿泊されているご夫婦もいました。夫婦でハーレー乗りってなんかかっこいいですよね。というわけで浜道楽さんに戻ってきました。この日の夕日を撮りに食事中に一度抜けて浜辺に行ってきたのですが、雲が多くて全然綺麗に撮れなかったのでカットしました。綺麗な夕日画像はまたの西伊豆旅行でリベンジしたいと思います。で、今から夕食の前に温泉に浸かりたいと思います。こちらの温泉は建物の最上階の4階にあり、男湯女湯ともに内湯と展望露天風呂の2種類があります。脱衣所はこんな感じとなっており、洗面台には洗顔やメイク落とし、化粧水や乳液、カミソリに櫛、ドライヤーなどがあります。そして気になる温泉ですが、源泉かけ流しとなっており、展望露天風呂に関しては昼間は太陽の光に照らされ、爽やかな風に吹かれ自然の一部になっているかのような開放感。夜は月明かりに照らされて湯に浸かり、そっと空を見上げるとキラキラと降り注ぐ星空を眺めることができるようです。ただ気持ちいいだけではない、心の癒しも得られる温泉とのことです。そしてこちらがその展望露天風呂になっております。心地よい波の音の BGM に自然を感じながら四季折々の山の風景が楽しめます。また雲見温泉は熱の湯、温まりの湯とも言われ、塩の成分が皮膚に膜を作り、皮膚からの汗の蒸発を防ぐので保湿保温効果が高いと言われているようです。体を洗う場所は3カ所あり、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープも用意されてますが、ロビーにもアメニティバーがあり、数種類のシャンプー、コンディショナーも用意されてました。あと効能はこんな感じになっております。それでは夕食までゆっくりと温泉に浸かりたいと思います。待ちに待ったお楽しみの夕食の時間がやってきました。まずは羽二重蒸しです。見た目で美味しいのが分かりますね。続いては磯麺、特製スープをかけていただきます。続いてサザエに金目の南蛮漬け、
お漬物に食前酒の梅酒です。その他にも小鉢などいろいろとあります。まだまだあります。こちらは炙りホタテと白身魚のアボカド添え。ちなみにドリンクメニューはこんな感じになっております。生ビールがキンキンに冷えてると聞いたので注文してみました。本当にびっくりするぐらいキンキンでした。それではお疲れ様です。乾杯。で、今回のメインの金目鯛の煮付けが来ました。サービスで大きいサイズにしておきましたとおっしゃってましたが、本当にビッグサイズでした。これは食べ応え十分です。がっつりといただきたいと思います。身がふわふわで甘いタレとの相性もよく最高でした。こちらが金目鯛の丸2コースです。刺身用の磯のりに白醤油、普通の醤油に炙りホタテと白身魚のアボカド添え、磯麺、金目南蛮漬け、お漬物、羽二重蒸し、我慢できずに飲んじゃった梅酒に金目鯛の丸煮、サザエにマグロステーキ、湯葉に小鉢はタコの塩辛だったと思います。磯麺は海藻を練り込んだ麺に特製の温かいスープというかお出汁をかけていただきます。いや、これ本当美味しかったですよ。炙りホタテの香ばしさにナッツ、アボカドは最強の組み合わせでした。続いては船盛りの登場です。船盛りは全てのプランに含まれてます。内容はその日に採れたもので変わるようですが、伊豆に旅行に行ったらやっぱり新鮮なお刺身が食べたいですよね。お刺身の種類も豊富で最高ですよ。食べ方も飽きないように工夫されていて、白身魚はお塩でさっぱりといただいてみたり、このお肉のようなマグロも美味しく、磯のり醤油も最高に美味しかったです。あとビジュアル的に美味しいことが確定している羽二重蒸しですが、イメージの2つ上を行く美味しさです。ちなみにお餅の下には白身魚が隠れていました。まだまだ出てきます。エビの塩焼きです。結構な大きさで食べ応え十分だし、とっても美味しかったです。金目の南蛮漬けも美味しく、サザエも最高。他にも甘鯛の唐揚げが出てきたり、締めにはもずく雑炊が出てきます。もずく雑炊は火が入りすぎるともずくの風味が飛んでしまうので、早めにお召し上がりくださいとのことだったので早めに頂戴しました。お出汁だけでも美味しいのにもずくの風味があることでさらに美味しさが増す。あれだけ食べてもまだ食べれちゃうから不思議です。最後に少しだけ味変で金目のタレもかけてみたら、これも予想通りの美味しさでした。最後は塩アイスとほうじ茶が出てきます。塩アイスは程よい甘さが絶妙でとっても美味しかったです。夕食はこれで終了になります。もう少し飲みたいので自販機でお酒を数本買って部屋に戻りたいと思います。そして翌日は早朝からすごい楽しみにしていたイベントがあるので、ちゃっちゃと飲んで寝たいと思います。本日は癒される景色に温泉、美味しい料理が堪能できて最高でした。それではおやすみなさい。おはようございます。朝からのイベントが楽しみすぎて目覚ましよりも早く起きるという子供かと突っ込まれそうな竹千代です。そして天候が気になるので外の様子をチェックします。雨は降ってなさそうです。いけそうですね。あと鳥たちの鳴き声を聞いてほしくて BGM をカットしました。すごくないですか？大自然といった感じですよね。ちなみに今の時間は6時前です。ちょっと早すぎましたかね。で、楽しみにしていたイベントとはこれです。
宿泊者限定の1500円で行けるくもみクルージングです。問題なく行けると連絡があったため支度をして船着き場に向かいます。船長さんが迎えに来てくれました。ここからはポイントポイントでナレーションしていきますので、ぜひ景色などをごゆっくりと楽しんでください。空気が澄んでればこの正面あたりに富士山が見えると船長さんが教えてくれましたが、この日はあまり見えませんでした。もし空気が澄んでればこんな感じに見えるようです。多分寒い時期の方がくっきりと見えると思います。南伊豆のちょうど境界線あたりですね。だいぶはしょってますが楽しみにしていたクルージングを堪能しました。この戻ってる時に目の前で飛び魚が数メートル飛んだのを目撃したんですよね。そんな時に限ってカメラ回してないんですよね。残念。あと正面に富士山がうっすら見えるの分かりますか？ちなみに先ほどの富士山が見える場所の写真はここですね。いやー、クルージング最高でした。浜道楽さんに宿泊したならぜひクルージングも楽しんでみてください。船長さん、楽しいクルージングをありがとうございました。
いや非日常のいい経験になりました。というわけで戻ったら朝食が待ってます。前日あんなに食べたのに朝から絶好調です。お待ちかねの朝ごはんです。おかゆ、ひじきに金目鯛の煮付け、温泉卵、ところてんに冷ややっこ、ヨーグルトにご飯のお供、カレーもあります。お味噌汁にサンマのみりん干し、お刺身に漬物、あと得意の漫画日本昔話盛りのご飯です。こういうご飯のお供嬉しいですよね。これだけでご飯何杯食べれるかわからないですよね。ご飯のお供以外もご飯によく合うおかずが多くてついつい白米を食べ過ぎちゃいますね。あと前日も似たようなことしましたが、朝食でも金目のタレご飯をいただきました。朝から贅沢な朝食をいただけて大満足です。あとはチェックアウトまで部屋でゴロゴロしてようかと思いましたが、せっかくなので再度大自然の空気と癒しを求めて露天風呂でも浸かりながら今回の旅行を振り返りたいと思います。チェックアウト済ませて外に出たらすごくいい天気なんですよね。旅行行く日がこの日だったら最高の夕日が撮れたかもと思うと残念ですが、また次回西伊豆旅行の楽しみにとっておきたいと思います。あと浜道楽さんはチェックアウト時に帰り道で食べてねとおむすびをくれます。なんかこういうほっこりするサービスって嬉しいですよね。帰り道の景色の良い場所で美味しくいただきました。今回は西伊豆の浜道楽さんを紹介させていただきました。お料理、温泉、お部屋とどれも素晴らしく、何より温かみのある接客や心遣いに感激です。いつも最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画が少しでも参考になったとか面白かったと思っていただけたのであれば、チャンネル登録やグッドボタンを押してもらえたりコメントなどいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お世話になりました。